もし今夜だけ1988年の東京へ戻れるとしたら、あなたはどの扉を開きますか？赤いテールランプが川のように流れる六本木、華やかな笑い声に包まれた銀座、朝まで鳴りやまないディスコ。日本中が新しい豊かさへ走り始めたバブル時代の幕開けです。あの時、あなたはどこでどんな姿をしていましたか？コメントで教えてください。昭和63年、1988年。携帯電話もインターネットもまだ暮らしの中心にはありませんでした。待ち合わせに遅れれば、駅の伝言板か喫茶店の電話、会いたい人に会えるかどうかさえ運に任せるところがありました。だからこそ夜の約束には今より少し強い胸の高鳴りがあったのです。受話器の向こうで聞いた7時にいつもの場所でという一言を仕事中も何度も思い返した。そんな経験はないでしょうか。夕方6時、丸の内や新宿のオフィスから鈍行のスーツを着た会社員たちが一斉に街へ流れ出します。肩には大きめのカバン、胸元には細いネクタイ。女性たちは肩幅を強調したジャケットに鮮やかな口紅、前髪をふわりと立ち上げ、足元には細いヒール。昼間の顔から夜の顔へ変わる時間です。駅の売店には夕刊紙が積まれ、タクシー乗り場には長い列。けれど景気のいい夜ほど空車の赤いランプはなかなか見つかりませんでした。運よくタクシーを止めるため道路脇で1万円札を振った。そんな伝説のような光景を実際に見たという人もいるでしょう。深夜料金のメーターを見ながらも今夜くらいはいいじゃないかと笑う。会社からタクシーチケットを渡され遠い郊外まで帰った人もいました。窓の外にはネオンが流れ、一日の最後まで景気の勢いを肌で感じられたのです。最初の一軒は赤焼酎の居酒屋だったかもしれません。焼き鳥の煙、瓶ビールを注ぐ音、枝豆の塩、隣の席まで聞こえる大きな笑い声。上司が今日は俺が出すと胸を叩き、若い社員は遠慮しながらも追加の皿を頼む。景気の華やかさは高級店だけにあったのではありません。給料日後の商店街、駅前のスナック、地下の小さなバーにも人々の熱気は満ちていました。カラオケはまだ誰もが一人で小さな画面に向かうものではなく、店全体の客が同じ歌を聴く場所でした。イントロが流れればマイクを握る手に力が入り、知らない客まで手拍子を始める。石原裕次郎、美空ひばり、テレサ・テン。若い世代なら光源氏や中森明菜、工藤静香。少し外しても最後まで歌えば拍手が来る。歌のうまさよりその場を一緒に楽しめることが大切でした。あなたの18番は何だったでしょうか。ボーナスが出た日の街には特別な弾みがありました。百貨店の紙袋をいくつも抱え、家族への土産を選び、自分には少し上等な時計や背広を買う。電気店には大型テレビ、ビデオデッキ、ステレオが並び、店員の説明を聞くだけでも未来の暮らしが見えるようでした。新しい家電が一つ家に届く日は、家族全員の小さなお祭りだったのです。そして夜が深くなると、街はもう一段派手な顔を見せます。六本木、赤坂、新宿、銀座。入り口の重い扉を開けた瞬間、低音が胸を打ち、鏡と照明が人の姿を何倍にも増やす。ディスコでは巨大なミラーボールが回り、彩りどりの光がフロアを切り裂きます。甘い香水、整髪料、酒、タバコ。今では再現できないほど濃い空気がそこにはありました。黒服の案内で席に着けば、テーブルには水割りと氷。音楽が大きくすぎて会話は半分も聞こえない。それでも顔を近づけ、笑い、踊り、また席へ戻る。曲が変わるたびに歓声が上がり、時計を確かめる人はほとんどいません。終電という言葉は知っていても、今夜はそれを忘れる。そんな勢いがバブル前夜から真っ只中へ向かう1988年にはありました。高級ディスコへ行く人もいれば、駅前のスナックで歌う人、仲間の部屋に集まってレコードを聴く人もいました。楽しみ方は違っても、世の中全体に次はもっと面白いことが始まるという上向きの感覚があったのです。雑誌を開けば、新しい店、新しい服、新しい車。少し頑張れば、昨日まで遠かったものにも手が届きそうに思える。それが1988年の大きな魅力でした。なぜあれほど街が活気に満ちていたのでしょうか。日本銀行の研究では、1987年頃から資産価格が大きく上がり、お金と信用が広がり、経済活動が勢いを増したとされています。土地や株への期待が会社にも個人にも広がり、企業は新しい事業へ動き、人々はより豊かな暮らしを思い上がりました。1988年は後でバブル時代と呼ばれる大きな熱気が
町の隅々まで届き始めた年だったのです。企業の宴席も華やかでした。予約の取りにくい料亭、銀座のクラブ、2軒目、3軒目。1本のボトルが開く頃には次の商談が決まり、深夜でも名刺が取り交う。ゴルフ会員権や映画、輸入車の話がまるで天気の話のように語られました。仕事の話から新しい企画が生まれ、人と人とのつながりが次の挑戦を連れてくる。夜の席にも明日へ向かうエネルギーが満ちていました。銀座の夜には洗練された大人の時間が流れていました。磨かれたカウンター、薄いグラス、客の好みを覚えている店の人。扉の向こうは外の喧騒が嘘のように静かで、楽しい会話がゆっくりと続きます。どの店を知っているか、どんな酒を好むか、お気に入りのボトルを置くことが大人になった証のように感じられました。一方、若者たちの夜はもっと軽く、もっと早く動いていました。雑誌で見た服を着て、レンタルレコードから録音したカセットテープを車に入れる。窓を少し開ければ、湾岸の風と排気ガスの匂い。首都高速を走る車のメーター、助手席に置かれた紙の地図、遠くに見える東京タワー。目的地に着くことより、夜の東京を走っている自分たちが好きだった。そんな時間でした。車は単なる移動手段ではありません。白い高級セダン、真っ赤なスポーツカー、外国製の車。磨かれたボディにネオンな流れ、自慢のカーオーディオから洋楽が鳴る。ガソリン代も駐車場代も気にはなる。それでも友人を乗せて街へ出れば、自分まで少し大人になった気がした。納車の日の匂い、ハンドルの感触、初めて遠出した夜。覚えている方も多いのではないでしょうか。恋愛にも今とは違う特別なときめきがありました。電話をかければ相手の父親が出るかもしれない。少し緊張しながら丁寧な言葉で要件を伝える。ポケットベルさえまだ誰もが持つ時代ではありません。待ち合わせ場所では改札から出てくる人並みの中にその顔を探し続ける。ようやく目が合い、笑顔で手を振ってくれた瞬間の喜びは今の既読表示では味わえないものでした。夜が明けても楽しい気分は続いていました。ディスコを出ると耳の奥ではまだ音楽が鳴っている。熱を持った頬に明け方の爽やかな風が触れ、仲間と顔を見合わせてまた笑う。始発を待つ喫茶店で濃いコーヒーを飲み、今夜の出来事を何度も語り直す。誰かが次はどこへ行こうと言えば、すぐに新しい計画が始まりました。夜の音を作っていたのは音楽だけではありません。公衆電話に落ちる10円玉、氷を割るアイスピック、レジから出る紙の伝票、店先で客を呼ぶ声。写真を撮ってもその場ですぐ確かめることはできません。フィルムを現像して初めて目を閉じた顔や知らない人が映り込んでいたことに気づく。それでも一枚一枚が貴重でした。撮り直せないからこそ失敗した写真まで捨てられなかった。コンビニの明かりも深夜の街では特別でした。温かい缶コーヒーを手に雑誌の表紙を眺め、友人と次にどこへ行くか相談する。新しいレストラン、話題の映画、週末のドライブ。数百円のコーヒー一杯があれば楽しい夜をまだ終わらせずにいられました。家へ帰れば温かな昭和の暮らしが待っています。玄関に並ぶ家族の靴、今のテレビ、炊飯器の音、新聞を広げる父親。妻や夫が楽しかったと笑い、朝の食卓では昨夜の出来事が話題になる。外の華やかな活気も家族と過ごす穏やかな時間もどちらも1988年の豊かさでした。1988年には東京ドームが開場し、青函トンネルと瀬戸大橋が開通しました。新しい時代が目に見える形で次々と現れた年です。世界最長の海底トンネルを列車が走り、本州と四国が道路と列道で結ばれる。できないと思っていたことが技術と勢いで現実になる。ニュースを見るたび、日本はもっと便利にもっと大きくなると感じられました。家庭のテレビではソウルオリンピックに日本中が沸きました。選手の一瞬に声を上げ、翌朝の新聞で結果をもう一度確かめる。録画予約を間違えて悔しがった人もいたでしょう。大勢が同じ番組を見て、翌日の職場や学校で同じ話をする。情報は今より遅かったのに、社会全体の話題は今より近く感じられました。夜の街でもスポーツやドラマの話が知らない人同士をつないでくれたのです。海外への憧れもぐっと身近になりました。ハワイ、グアム、香港、パリ。旅行会社のパンフレットには青い海やきらめく街が並び、
次の休みにはどこへ行こうかと家族や仲間で相談する。免税店の袋を持って帰国する人の姿は新しい豊かさの象徴でした。世界が広がるほど日本の街にも新しい味、新しい服、新しい音楽が入ってきました。昭和63年という響きには今でも特別なものがあります。戦後の復興、高度経済成長、家電や自動車の普及、長い年月をかけて積み上げてきた日本の力が新しい豊かさとなって花開こうとしていました。街の景色も働き方も遊び方も大きく変わり、次の時代へ進む準備が整い始めていたのです。考えてみれば、1988年の夜が強く記憶に残るのは豪華だったからだけではありません。未来が次々に形になり、昨日までなかった楽しみが毎日のように生まれたからです。新しいビルが建ち、新しい店が開き、世界から商品や音楽が集まってくる。街へ出れば何かが始まる瞬間に立ち会える。そんな期待があの夜のグラスにも映っていました。高価な酒、深夜のタクシー、人気店の長い列。人々は少し背伸びをしながら新しい時代の楽しみ方を覚えていきました。昨日より今日、今日より明日が良くなるという実感があり、頑張った分だけ新しい景色に出会えると信じられた。街全体が大きな祭りの始まりを告げているようでした。活気は東京だけのものではありませんでした。地方の商店街には新しい店が増え、家族でファミリーレストランへ出かけ、週末には車で観光地を訪れる。温泉街の宴会場からも歌声が聞こえ、地域の祭りや会社の旅行には大勢が集まりました。日本のさまざまな場所で、それぞれの楽しい1988年が輝いていたのです。あなた自身の1988年はどんな一年でしたか？会社で責任ある仕事を任された年でしょうか？結婚した年、子供が生まれた年、初めて家や車を買った年かもしれません。新しい仕事に挑戦した人、仲間と旅行へ出かけた人もいるでしょう。同じネオンを見ても、胸に残る色は人によって違います。今あの頃の写真を開くと、まず服装や髪型に笑ってしまうかもしれません。けれどよく見てください。隣に立つ仲間の顔、少しぶれた街の光、テーブルの上のグラス。写真の中には若かった自分たちの勢いがそのまま残っています。景気の数字は忘れても、店で流れていた一曲や帰り道に交わした楽しい会話は何十年経っても色あせません。もし今夜1988年へ1時間だけ戻れるなら何をしますか？六本木のフロアでもう一度踊りますか？銀座のカウンターで水割りを飲みますか？それとも懐かしい車に家族を乗せて夜の街を走りますか？行きたい場所、会いたい人、聴きたい曲、思い浮かべるだけで胸の奥にあの頃の活気が戻ってくるようです。1988年の熱い夜は私たちの記憶の中で今も輝いています。明日を信じた勢いも、仲間と笑った時間も、始発の窓から見た朝焼けも、すべてがあなたの人生の大切な一部です。あの時代を知る私たちだからこそ、夢に向かって進む楽しさや、人と一緒に笑う喜びを今の世代へ伝えられるのではないでしょうか。あなたが覚えている店の名前、よく歌った曲、忘れられない夜の出来事をぜひコメントに残してください。同じ時代を生きた誰かの記憶ときっとどこかでつながります。このような昭和の記憶をこれからも一緒にたどりたい方は、チャンネル登録と高評価、そして通知設定をお願いします。それではまた次の懐かしい夜にお会いしましょう。